こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は行動力とモチベーションが上がる僕がアニメーターになれたおすすめの本というテーマでお話ししていきたいと思います。視聴者様からこんな質問いただきました。差し支えなければアニメーターを目指したきっかけを教えてほしいです。この動画をご覧になっている皆さんの中には、これからアニメーターや漫画家、イラストレーターなど絵の仕事に関わりたいと思っている人も多いと思うんですけど、とはいえ年齢の問題だったり、業界的にお金にならない割に重労働を課せられているといった良くないイメージがあるので、将来やっていけるのか不安を感じていて、絵の仕事に就きたいけどどうしようか悩んでいるといった人も多いのではないでしょうか。僕は25歳か26歳ぐらいの時にアニメーターを目指し始めて、そこからお金を貯めて専門学校に通って、29歳でアニメーションの制作会社に入社しているんですよね。30歳くらいでアニメーターになるのって、アニメーションの業界的にはかなり遅い方なので、普通だったらそのくらいの年齢でアニメーターを目指し始めるのはちょっと躊躇してしまうと思うんですけど、アニメーターになろうと決めて、僕がここまでやってこれたのは、若い頃に読んだある本が非常に大きく関わっているんですよね。今回ご紹介する本に関しては、絵の描き方やアニメーションに関するいわゆる技法書的なものではなく、普通の読み物としての本なんですけど、この本のおかげでアニメーターになることができたと言ってしまってもいいかもしれません。ということで今回は僕がアニメーターを目指し始めたきっかけと行動力とモチベーションが上がる僕がアニメーターになれたおすすめの本について深掘りしてお話ししていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ僕が30歳近くでアニメーターになることができた理由と行動力とモチベーションが上がる僕のおすすめの本について分かっていただけると思いますので、アニメーターなど絵を仕事にしたいけど不安を感じている方、絵の仕事に就きたいけど行動力とモチベーションが続かない方はぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など、絵を仕事にしたいと考えている人に向けて、有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように、通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画は、ライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分があるかもしれませんが、ご了承ください。それではやっていきましょう。アニメーターを目指したきっかけですか？アニメーターを目指し始めたきっかけか。僕29でアニメーターになってるんですけど、25、6の時まで全く関係ないことしてましたけど、この先30、40になった時にこのままだとどうなっちゃうんだろうなんていう漠然とした不安がありましてですね、そんな時にね、なんとなくのらりくらりと生きていると自分の人生このままでいいんだろうか、なんかもっとやることがあるんじゃないかっていうさ、もっと真剣にやるべきことがあるのかなーなんて、その時やってたことが自分にとっていいかもしれないけど、なんか仕事として仕事はフリーターっていうかバイトで生計を立ててたわけですけど、やりがいを感じてなかったと。音楽活動的なものでやっていきたいなと思っていたんですけど、違うなぁと思い始めておりまして、それはなんかうまくいかないから違うとかさ、そういうことではなく、この道が自分にとって合ってなさそうだという漠然とそんな風に思って深夜バイトをしながら行ったわけですけど、その時にね、朝仕事が終わって家帰ってテレビつけると日曜日なんかさ、テレビアニメがやってるわけさ。当時全くアニメーションなんか関わりのない生活だったんですけど、たまたま見るじゃん、テレビなんか漠然と。プリキュアやってて、それがすごいいいお話の回だったので、そういう人に刺さることをさ、仕事にしたいなと思いましてですね、影響を受けたのがその時のやってたプリキュアだったんで、アニメやろうなんつってね、こうやって配信して初心者の方向けにお答えしていくっていうようなことも、やっぱなんとなくその人に刺さってくれるっていうのが僕は結構好きみたい。内容としては自分の存在価値があるんだなっていう、そういうことをすることによって、だから作品を作りたいとか絵が上手くなりたいとかそういう動機から入ってないんですよ。結果として絵上手くなんなきゃなっていうのはもちろんあったけどさ、好きな作品があって自分もそういうのに参加したいとかというよりは、なんか自分も人の心を動かせるようなことを仕事にしたいなっていうふうに思ったのが動機かな。でそれがたまたまアニメーションだったっていう話ね。人の心を揺すぶる何かを発信したいっていうか、自分でなんかしたいっていうよりは、そういうクリエイティブな中で携わりたいってことを考えたっていう話ね。やってみたし、プリキュアにも参加したけどさ、アニメ業界入ってしまえばここからは現実的な話ね。で僕もなんだかんだありまして、ある程度やってきた中で、結局40ぐらいになってくるとまたあれこのままでいいのかななんて、好きでやってきたけどブラックな職種だなっていう、
まあやっぱ40ぐらいになると経済的な部分を考えてくるわけですよ。家庭もできて子供も生まれてね。でそうなった時にまたやっぱあれこのままでいいのかなっていう、自分がやりたいことだけ追求してて果たしていいんだろうかっていうさ、奥さんと子供を養っていかなきゃいけないってなった時に、なんかもうやりたいって思ったことはとりあえずやったし、なんかもうちょっと目標をシフトした方がいいのかなと思って、まあとりあえず僕ねやりたいことやったから、じゃあ自分がそんな中でね学んだことに対してっていうか、まあとにかくねお金が安い、アニメーターは報酬が。まあ子供を持ったりさ、家族でお出かけしようなんて時どうしたいああしたいって考えた中で、やっぱこのアニメーターっていう職業って、まああと上を見た時に50代60代の人がアニメ業界にほとんど残っていないっていう現実ね。みんな一体どこ行っちゃったんだいっていうさ。あとやっぱそう体力のね問題もあるしね。結局年取ってくると長丁場で仕事を続けるのがしんどくなってくるっていうのもみんなあると思うんですけど、若いうちはさ1日18時間とか働いててもさ、さすがにちょっと年取ってきてそれはちょっとさすがに無理があるな。あとまあいろんな人の本を読んだりとかいろんな影響もあるんですけど、30代のうちはまだ体力に任せて仕事しててもいいけど、40になったらさすがにちょっとそれまでの経験を生かして頭を使った仕事にシフトした方がいいよっていうことをなんかの本で読んだような気がするんだけど、そうだよなっていう。自分ももう40に差し掛かって体力勝負でずっとこの先やっていくわけにもいかねえなっていうふうに思いましてですね、まだ30代のうちはまだいいかもしれない。なんかやっぱしんどいってなって、結局二足のわらじを履くようになったわけですけどね。でもまあやっぱ人に教える方がなんか性に合ってるっていうか、よく言われるのは説明が非常にお上手ですねっていう風に言われるんですけど、それって自分では気づかない才能なんですよ。あ、そうっていう、そう言ってくれると嬉しいですって思うけど、自分にもそんな能力があったのかなんていう。もちろんそのためにはいろいろ勉強はしましたよ。どうやったらうまく伝わるのかっていうものを伝える順番とかさ、どうやって伝えたら伝わりやすくなるとかさ、あと喋り方とかもそうですけど、僕こんなですけどだらだら喋ってますけど、滑舌の練習とかもしましたし、 YouTube やる上でね。まあそんな中でやっぱこっちの方が今はですけど楽しいなんですって。アニメーターやってるとさ、作品は評価されども個々のアニメーターがダイレクトにお礼を言われるなんてことはなかったわけですよ。まあ今だったら SNSX とかで自分はこのシーンやりましたなんて言ってすごいですねなんてやり取りがあるかもしれないですけど、僕がその現役で一番やってた頃って結局自分の書いたシーンって300カットある中の一部だし、1話300カットある中のね、まあそのどういうところをやったとて結局評価されるのってその作品の会社とかさ、監督とかさ、作家さんとかであったりして、一アニメーターって全体のうちのやっぱ一人でそういう直接お礼を言われるようなことってまずないわけよ。だからそういう意味でもやりがいがあんまないっていうね話です。だから YouTube はさ、でも皆さん直接コメントくれるじゃないですか。すごくやりがいがある。そう言ってくれる人が一人でもいると、ああやっててよかったって気になれるし、その辺がねやっぱ違うかな。仕事をそんなすぐに変えるのって結構勇気がいりますとかさ、会社辞めることできないんですよなんていう人もいますけど、やりたいことあるんだったらいいじゃん。なんかそれでやってさ、ダメだったらまたなんか新しい仕事探しゃいいんじゃないっていうスタンスでやってますんで。だからそういう意味じゃ、いつまでもアニメーターになったからってそれだけずっとやってなきゃいけないとかじゃなくて、今はもう仕事なんて簡単に変えようと思えば変えられる。もちろんこの分の蓄えはあった方がいいと思いますけど、例えば1年間生活していけるぐらいの蓄えがないと多分うまく事業がいかなかった時に困っちゃう。でも僕の知り合いでもいますよ。事業やってるけど数億の借金がある人とかさ、でもまあ銀行と話し合いを日々してなんとかやりくりしてるみたいなさ、やりたいことあるんだったらさ、やりゃいいじゃんっていう感じでやらせてもらってますっていう。だから話がだいぶそれちゃいましたけど、アニメーターを目指したきっかけとしては、自分もなんかそういう人に影響を与えるっていうか感動を与えられるような職業をやりたいと思ったものがたまたまアニメーションであったっていうだけの話でございます。そして今はなんかやっぱ学校の先生とかもいいなと思い始めているっていうことで、そう思い始めたからまあやってみようかなっていう気もする。僕の人生はずっとフラフラしているっていう経験としてね、なんかあってもいいかなと思っておりますよっていうことなんですよ。
まあ YouTube もいいけどさ、この間、代々木アニメーションにさ、ゲスト講師として行った時に思ったのは、やっぱ、直接人と会ってさ、顔を見ながらやり取りするっていう方が、なんか実感がある。自分がやってるなっていうさ。やっぱ生身の人間と会って話すってこともやっぱ必要だなっていう、そういう意味じゃ、ひょっとしたらこの先またボートレーサーになりたいとか思い始めるかもしれない。多分年齢的に無理だろうけど、チェスの名人になりたいって思い始めたら多分そういうことやるだろうし、僕の性格上さ、ボクシングをやりたいと思ったらやるかもしれないし、筋トレとかもそうだよね。やってるけどさ、それは健康上の理由から始めたけど、やっぱ体鍛えるってまあメンタルにもいいしね、まあそういった部分でやったりとか、だから一つの仕事を極めるっていうのもすごくいいとは思うけど、なんかやりたいことがいろいろあるんだったらいろいろやればいいんじゃないっていう、どっちかっていうと僕はそういう放浪者的なスタイルで撮ります。だから宮崎駿さんとかさ、ずっとアニメ監督、まあもともと一人のアニメーターだからさ、別にあれだけど、監督業も誰もやる人がいないから、渋々本当はアニメーターとしてやっていきたかったっていうこと言ってましたけど、一つの仕事を一生極めるっていうのもすごく素敵だと思うけど、まあなんかやりたいことをとりあえず触りだけでもやってみるっていうスタイルなんですよ。なんか僕の場合は。なんかそれがいいんだったらそれでいいじゃん。それはね、僕がそういう意味じゃ影響を受けた本が一つありまして、それちょっと紹介したいんですけど、絵の話とは全然関係ない話になってきましたけど、まあもしなんかやりたいことがあって悩んでいるんであれば、20代の頃に読んですぐ読める本なんで、まあ暇がある人を読んでほしい。行き詰まってる人に読んでほしい本なんですけど、やりたいと思ったことができた時にすぐに行動しちゃうタイプの人で、この高橋歩さんって人、この本を僕が22、3の頃に読んでね、すごく影響を受けた本の一つではあるんですけど、もともとこの方は将来何にしようかって漠然とした不安があってですね、今将来に漠然とした不安を抱えている人には本当聞いてほしい。そんで大学生の頃にこの人はね、カウボーイに憧れる。んで渡米。実際のカウボーイ生活に絶望して帰ってくるらしいんですけど。で次にトム・クルーズのカクテルっていう映画に影響を受けてさ、バーを開業すると。結構ね、うまくいったらしいんですけど。んで、この間かな、この間にね、地獄のなんか合宿みたいなのがあるんですけど、それが結構その話が面白い。なんつったか忘れちゃったけど、参加費10万円つってたかな。15万円だったかな。学生にとって10万円払って2泊3日の合宿に行くっていうのは結構勇気がいることだと思いますけど、それに参加したことでいろいろ得たものがあったらしいです。これが面白いな。そしてバーを開業するなんてこと。あとはガンジーに影響を受ける。で実際会いに行くと。そうだ、じゃあ行ってみよう。ガンジーってどこにいるんだろうなんつってね。ここに行くと会えるらしいなんつって実際に行っちゃうっていう。実際に会えちゃうっていうさ。まあ思ったことをとにかくね、もうこうなりたいって思ったことをね、即行動に移すタイプの人なんですね。んで、自分の名前の自伝が本屋に並んでたらかっこよくないなんつうノリでね、やってる人。ね、出版社を作っちゃう。これがサンクチュアリス出版っていう、その当時、ハマってた漫画サンクチュアリって僕も好きですけど面白い。これも読んでほしい。まあなんだかんだありまして本はヒットしましたと。まあ今だったら別に何とも思わないかもしれないけど、やっぱこの20代の学生にとって借金2000万とかは結構やっぱきついのね。絶望の淵を何度か味わっているこの人は。バー開業資金が確かこれ800万ぐらい。若かりし頃に読んでこういう生き方もあるんだなっていう。それも影響してんのよ自分が。そうだ、アニメーターになろうなんつってすぐアニメーターにすぐにはなれなかったけどさ、ねえ、まあとりあえずやってみるかなんつってね、すぐ行動しちゃうっていう。そうだ、YouTuber になろうなんつってとりあえずやってみちゃうやつね。そしてその後何したっけな。そうだ、拠点を作ろうなんつってね。これの動機は忘れちゃったけど、なんでだな。沖縄にアジとかビーチロックハウスっていうのを作るんですね。これ僕も行きましたけど、なんだかんだこの人の本に影響を受けて、まあ思い立ったことはとりあえずやろうっていう。だから沖縄にも会いに行ったし、でその後イベントとかにも行って、歩夢さんともたまたまね、僕が当時住んでた三茶のツタヤに歩夢さんが新刊の営業っていうかなんかで来てて、僕たまたまいたのよそこに。でそれはただ打ち合わせに来てるだけだったっぽくて。
ってだいたいこんな感じでこの辺に並べましょうかみたいな感じで多分そんな話して、その時にあれなんつって見たことある人がいるななんて、僕がだからその時にあゆむさんなんつって気軽に声かけられたのも良かったんだよね、ちょうど。でちょっとお話しさせてもらう機会、まあほんとちょっとだけどだって一緒に写真撮ってさ、あん時のやっぱそういうなんか自分が憧れてる人に会うことができたっていう経験もね、僕にとってはすごく良かったんだよな。だからやっぱ直接ね、みんなとあゆむさん対みんなじゃなくて、あゆむさん対自分っていう一対一で会うことが偶然にもできたし、そのエネルギーを感じることができたっていうのも僕にとってはすごい良かった経験として。でその時に言われたのが、詳しくその一言一句覚えてないんだけど、とにかくそのお前これあれ貸しだからなっていうか、お前にこの貸しを俺に返すにはこの本をとにかく宣伝しろみたいなこと言われてその時は知り合いにとにかく言いまくれみたいなこと言われたんですよ。一緒に写真撮って握手してもらってさ、お話しさせてもらってさ、いやほんと気さくな人ですごい良かったよ。でやっぱいろんな経験積んでる人のねオーラっていうものがやっぱあんなっていうのはねすごい感じたな。その時によく芸能人はオーラがすごいなんて言うけど、なんかねその芸能人だからオーラがすごいっていうか、やっぱいろいろなものを経験している人の立ち振る舞いっていうか、そういう凄さみたいなものを、それがすごく感じたなっていう気がしましたね、その時にね。だから奥さん子供連れて世界一周旅行行くんですよね。順番が違うかも。ひょっとしたらこれ逆かも。いや違うな、先にビーチロックハウス作ってたと思うね。まあニューヨークとかにも拠点を作ったりしてましたよね。さすがにここは行ってないけどさバーを作ったりしてました。まあ今でもいろんな活動してらっしゃると思いますけど、そういう人の本が出ておりますという話で。だからね、最初の話に戻るけど、自分が本当にやりたいこと何なのっていう話最初にしたじゃないですか。そのやりたいことに対してまあアニメーターならアニメーターでも漫画家でもさ、イラストレーターでも何でも、このチャンネル見てくださってる方って多分絵が上手くなりたいっていう人が多いと思うんですけど、まあ、絵が上手くなった先に何があんのかっていうところも見据えてね、それでじゃあ絵が上手くなって何したいのかっていうところですよ。僕はさっき言った通りですけど、アニメの影響を受けて人に影響を与えるっていうか感動させられるような、人の心を動かすような仕事の方がいいな。ウィンウィンじゃん。自分も楽しくて人の役に立つ仕事。結局仕事ってさ、周りの人の役に立つ人が多いほどお金になるっていうのがまあ仕事だと僕は思ってますけど、そういう意味じゃこの仕事いいな。テレビで全国に放送されるし、いろんな人が見る、そんな中に入れるんだったら人の役にも立つし、自分も満足できる仕事これだなんつってね、アニメーターになったわけですけど、っていう手段として絵が上手くなるっていうことがあるんで、絵が上手くなりたい人はその先に何を見据えているのかっていうのを一つ目標を持ってね書いていった方がいいとは思う。なんかやりたいことがあるんだったらそれに向かってさっさとやっちゃえばっていう、やったもん勝ちだっていう話です。ひょっとしたら僕は今年どっかの学校の講師でもやらせてくれるところがあるのであればやってみようかななんて考えたりもしてますし、こういう本がね僕のどっかしらの根っこにあって、やっぱやってみなきゃ分かんないっていうのがあってさ、失敗したらどうしようとかさ、そういう怖い部分もあるけど、やってみりゃいいんじゃないっていう風に僕は人にお勧めしていますし、今話して改めてそう思いましたという話です。道に迷ってる人はぜひ一回読んでみてほしい。そしてこういう生き方もあるんだなっていうのをね感じてみてほしいなとも思います。自分の人生一回だし、いろいろやってみたらいいんじゃないっていう。夢は逃げない、逃げるのは自分だなんていうありきたりだけどやっぱ刺さる言葉ではあると思います。結局自分がどうするかっていう話ですよね。では皆さん今日はお疲れ様でした。それじゃあまた。ということで今回は行動力とモチベーションが上がる僕がアニメーターになれたおすすめの本というテーマでお話しさせていただきました。この本の詳細は概要欄にリンクを入れておきましたので、もしよかったらチェックしてみてください。この動画も一つの参考としていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。
またひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。